原初神の時代とウラノスの圧政。神々の世界、それは決して平穏なものではなかった。支配は恐れを生み、恐れは暴力を生む。今回はガイアとウラノスが生み出した神々の運命、そして父と子による最初の反逆を描く。1、天と地の結びつき。大地の女神、ガイアと天空の神ウラノス。彼らが結ばれたことで、世界は形を整え、命が芽吹き始める。空と大地がゆっくりと重なり、光が差し込む。彼らは多くの子供を産んだ。タイタン、12神。単眼の巨人キュクロプス。100の腕と50の頭を持つヘカトンケイレス。しかし、ガイアの苦悩は深い。この子たちは力を持ち、この世界を支える柱となるはずだった。2、ウラノスの恐れ。しかし、ウラノスは我が子たちの力に怯えた。彼は彼らをガイアの体内、地の奥深くに封印してしまう。ウラノスは冷たく支配的であった。彼らは危険だ。私の地位を脅かす。封じるしかない。ガイアは苦悶した。なぜ、彼らは生きるために生まれたのに、地中に引きずり込まれる巨人たち。彼らを思うガイアの中に痛みと怒りが渦巻いていく。3、ティターン。ウラノスとガイアの間に生まれたタイタン神族。彼らは世界のあらゆる自然や秩序を司る存在だった。ウラノスとガイアが作った世界。オーシャンス、水の神、穏やかで理性的。テミス、王の女神、静かで厳格。レア、大地の女神、母性と柔らかさ。ヒュペリオン、太陽の源、誇り高く熱い。クロノス、時の神、若く野心に満ちている。ティターン12柱と呼ばれる彼らに、ガイアは檄を飛ばす。この鎌を持て、誰か父を止められる者はいないの。兄弟たちの反応は様々であった。テミス、父に逆らうのは理に反する。レア、でも母の苦しみを見ていられない。ヒュペリオン、力はあるが、俺は王になりたくない。その場を沈黙が包んだ。4、クロノスの決断。沈黙の中、クロノスが前に進み出る。俺がやる。父はもう支配者ではない。暴君だ。クロノスは鎌を手に取り、決意する。彼の中には正義も、そして野心もあった。レアは心配そうに語りかけた。その道の先に何が待つかわかる。クラノスは答えた。わかっている。だが誰かがやらなきゃ、世界は変わらない。5、ヘカトンケイレスとキュクロプスの叫び。ヘカトンケイレス。我らは力を持ちながら、声すら持たせてもらえぬ存在。キュクロプス。暗闇の中で鍛えた怒りはいずれ雷となるだろう。後に彼らはゼウスに力を与える存在となる。しかし今はただ怒りと絶望の中にあった。6、討伐の夜。ある夜、ガイアはウラノスを迎える。そしてその瞬間、クロノスは動いた。ついに息子が父を撃つ瞬間が訪れる。鎌を構えるクロノス。クロノスの鎌によってウラノスの陰部が落ちた。この一戦で運命を断ち切る。ウラノスが絶叫した。ウラノスは最後に予言する。お前もいずれ自らの子に滅ぼされるだろう。その力は後に復讐の女神エリニュス、そして愛と美の女神アフロディーテが誕生することになる。7、クロノスの即位と新たな支配。クロノスは支配者となり、タイタン神族の時代が始まる。クロノスは高らかに宣言する。これよりは恐れのない世界を築く。新たな王がここに誕生した。だが彼の胸に残るのは父の言葉だった。子に滅ぼされる。まさかそんな。8、未来への伏線。幼いレアはゼウスの姿を幻視した。
未来の王、ゼウスの母である。クロノスはレアと結ばれ、多くの子供を設ける。しかし彼の心にあるのは、父の予言。次回、彼がどんな行動に出るか、恐れによる支配は、新たな恐れを生む。クロノスの選択は、また新たな神々の時代を引き寄せていく。次回予告。次回、クロノスの支配と、ゼウスの誕生。神々の王は、どこから生まれるのか、お楽しみに。またお会いしよう。次回も一緒にギリシャ神話の世界を見ていきましょう。チャンネル登録して見逃さないでね。